いやー嬉しい。あ、出た。爪痕がすごい。絶対バレないとこかかってる。2頭ぐらいで釣れたね。やば。食った。なんかこんな並び方すんの初めてな気がする。横須賀フェリーターミナル。シェー、ソレイユ。はい。独房。4階案内所ではエチケット袋もご用意しております。もうね、今日はね、太平洋は大荒れらしいんでね、いただきます。九州。今10時37分で、フェリーで飯も食べて風呂も入ってきたんで、もうあと寝るだけっていう。明日博多発のフェリーで人生初対馬に行きます。対馬で釣り三昧車中泊旅、この上ない楽しみな旅なんだけど、エンジンと海猫さんの2馬力サップを持ってきてるんだけど、船出せる日があればガンガン使う予定です。今のところ絶望的な予報で、ずーっと風が強くて今週は。今回ちょっとグレードアップしてて、ここにカーテンつけたのと、腰痛の帽子にホームセンターでクッションを買って、これを装着してます。対馬右側。
は高速船だね。ヴィーナスっていう対馬に行くやつ。韓国語の表記。車が何台かいるからね。チャリもあるしね。なんかあそこの人なんか釣ってるね。多分なんだけど、撮影機材をもろもろ置いてきてしまって GoPro の首マウントが今見当たらないですね。ちょっとこれは由々しき事態だけど、とりあえずエギングの道具だけ持って調査、磯の様子を見に行ってみよう。めっちゃ釣りしやすそう。うわー、2匹同時にすごいね。へえ。アコ。おっちゃん赤旗のことアコって言ってた。どうやらイカはいないようです。ハサミ忘れちゃったんだけど、これ糸切れるかな。あ、切れた。いやでもこの磯はなんか来やすいし、あっちの方行けばなんか青物も回ってきそうな雰囲気あるから、ちょっと候補地だな。候補地だけどなんか穏やかすぎる気もすんだよな。風裏でやりやすくはあるんだけど、反対側のめっちゃ向かい風でやりにくいけど荒立ってるゴロタの方がいい気もするけど、対馬でかすぎてね、ちょっと移動が大変っぽいんだよね。これから時間かけていろいろ回ろうと思うけど、これ GoPro の首マウントとかもね、もろもろ忘れてきちゃったのがどうしようっていうね。海子に確認したらやっぱ今家にあるっぽいんで、いつもの首元のアングルで撮影ができない。この辺の店でダイソーがあれば売ってるんだけど、ダイソーかセリアとかであれば買おう。とりあえずここの磯の様子見は完了。何も釣れんかったけど、結構ガソリンスタンドも多いし、思ったより栄えてるな対馬は。あと韓国人がめちゃくちゃ多い。
ダメダメ。もうめんどくさい。そうだ。これ支払いになったから。いや、私今これキャン。韓国語が飛び交っとるわ。すごいな、対馬。目的地に到着しました。お疲れ様でした。あ、ここいいね。街灯あるし。あ、ここいいや。ここで寝よう、今日は。なんとか寝れる場所を発見した。最初行ったところはちょっと違ったんだ。初めての島とかだとこういうことよくある。なんだ、服はさすがに寒いわ。よいしょ。いやいや、対馬乾杯。ここにカーテンだけつけてる状態で、向こう側にフロントガラスのシェードつけてないんだけど、この状態で外からどう見えるかちょっとチェックしよう。そこそこ透けるね。意外と風裏だとボート出せそうな気がするんだよね、この湾とか。湾内だったら。多分対馬って山が激しいから、風裏はかなり風かわすんだよね。今日の夕方の磯もほぼ無風だったから、予報上は風めっちゃ強い予報なんだけど、なんかいけそうな気がするんだよね。ちょっと怖いけど。対馬ね、でかすぎるからちょっと下手に移動できないんだよね。いや、その辺は慎重に考えないといけない。さっきの温泉の近くにダイソーがあったから、明日の昼間に GoPro のマウントを変えれば、なんとか普通の釣りの撮影もできる気がする。できるようになる。ポータブル電源は 2000Whクラスを持ってきたんで大丈夫だと思う。くるちゃんが走っていった。スーパー行ったらほとんど韓国人だったもん、お客さん。あ、本当？あと風呂も日帰り温泉すら韓国人だらけだった。びっくりした、ほんと。イクルに似てる日本って感じね。だから韓国の方が近いもんね、福岡より。プサンが近いんだよね。くるちゃんのブルブル聞こえる？聞こえない。炊けたー。王様気質の選手たちに決まり事を徹底させ炊飯とかしてるときは20度ぐらいあったけど、15度ってなかなかだよな。スーパー秘密兵器、電気毛布さん。これ自体がこう入り込めるようになってるから、これに入り込んだ上に寝袋を掛け布団としてかければ完璧だね。よいしょ。
二度寝して7時前になっちゃった。いやー、めっちゃ寒いね、夜。なるほどね。今ここは風ないけど、多分沖に出たら結構風がありそうだね、これ。いくらなんでも10度は寒すぎでしょ。今晩から電気毛布発動だな。いただきます。いやー、ロケーションは最高。この寒さはやばいってこれ。朗報なんだけど、対馬でね、今日が一番寒い。今週の中で。最低気温10度は10月28日火曜日だけ。明日から最低気温12度。その次からは、明後日16度。木金ぐらいはもう暖かくなるね、かなり。だから今日だけちょっと運が悪かったってことにしましょう。こんな無理だよ、こんな寒さで釣りなんて。無理。起きれないもん、そもそも。だってこんな軽トラのホロだ。テントと一緒なんだから。エブリィだったらまあ FF ヒーターつけて華麗に起床はできたかもしれない。これはもうちょっと差が出たね。エブリィと軽トラの。釣りどころじゃねえよ、こんな寒さ。いただき。動画できた。一旦 GoPro のマウントを買いにダイソーに行きたいのと、その間にこれを書き出しといて、どっかランチがてらカフェか Wi-Fi があるところ行って動画をアップして、で夕方船出そうかな。1日で 72% まで減っちゃったから充電しないとやばいね。走行充電つなぎました。走行充電器はここにあって、今スイッチオンにしたんでエンジンかければ増えるはず。そこの港で釣りしてる人いたんだよな、夜。何狙ってたんだろう。あの堤防ちょっと良さそうだな。対馬にもダイソーはあるんですね。お疲れ様でした。首マウントなかったから、この紐で代用できると思うのでこれを買いました。なかったか。ついでに照明がちょっとね足りなそうなんで、単三電池で動く LED ランタンを2個ゲット。かっこいいバイクがある。やってるげだけど、スプラウトカフェ。今まで行った島でダントツ一番広いですね。
慣れてくるもんですか？あとはやっぱ漁業の島だったんですけど、はだんだんやっぱ魚が釣れなくなってきて、い。やっぱ観光あ、観光でそうですね。お金落としてくれるんですね。いやもうびっくりしましたもん、昨日。コロナの時とかは本当なんかもう街が静まり返りましたもんね。ああ。その多いので慣れてたんで。はいはい。逆にそっちで戸惑い。ちょっと南の方に行ってみます。対馬って海のイメージが強いけど清流もいっぱい流れてる。結構この川も大きいもんね。後藤野雄一さん曰くうなぎがいるらしい。対馬にはうなぎ釣りしたとか言ってた。海だー。なんもねえし誰もいねえ。意外と風かわすスポットかと思ったけど意外と吹いてるね。漁業権を侵害しちゃいけません。いい雰囲気だね。ちょっといやなんかルアー投げたら釣れそうな気もするけどどうしよっかな。ここから降りていったような跡がある。結構断崖絶壁だね。あれ、うわこれなんか崩れそうこれ。いやいいね。対馬っぽい離島っぽいところ来た。道を作ってくれた人たちに感謝だよね。こんなの到底到達できないよね普通だったら。おーいいね。いいっすね。何これ。ここ夏の間はキャンプ場として使えるんだろうね。今は閉鎖されてて水道もあれ蛇口が取られてて使えなくなってる。ここスロープあんじゃん。スロープあるけどその先は階段だね。結局階段だね。77% だったのが 95% まで増えた。素晴らしい。カフェに行くまではチャージャー1の設定をこのエリート E ライト200に合わせてなくて、それまで充電電圧が 27V で設定されてたんだけど、これに合わせたら 54V に設定されたんで、そっから爆速で充電されてほぼ満タン。最高っすね。500から 600W ぐらいで充電してたから。お疲れっす。寝坊しただけだな。暑いな。昼は暑いんだよ。温度差がやばすぎ。玉城のライブあと10分で出撃するって。いやちょっと行けるところまで行ってみようかな。そんな結構浅いかな。この岩の上一応先端みたいな場所、あっち方向が良さ。こっちは多分岩があるから浅くなってて、こっちだね投げんなら。追い風。もうちょい軽いエギにした方がいいなこれ多分。どうだろう。携帯置いてきちゃったから
マップで地形が見れないな。ワームとか投げてみよう。根がかりがきつそうだけどな。やばい。一頭でカサゴゲット。やば。こいつギリお持ち帰りだな。20センチあるもんね、カサゴゲね。よっしゃ。さすがダイソーワーム。カサゴゲッチュー。お持ち帰りさせていただきます。対馬初フィッシュはカサゴでしたか。なんか高切れした。うわ、最悪やん。リーダー結び直したんで、ダイソーミノーで着底させないでやろう。1投目で当たり合った。なんだろう。マジか。メッキだ。メッキが食ってきた。よっしゃー、これいただきます。対馬2合目。めっちゃ強かったなこいつ。すれがかりだけど群れで追ってきてた。ダイソーミノーすごい。めっちゃ楽しいやんこれ。多分今ベイトが入ってきてて、あの辺が結構小魚がバシャバシャやってる。で何かに追われてんだけど、メッキかもしれないし、他のなんか青物系か。あ、ダツかサヨリが飛んだな今。ダツが小魚を追ってるのか、ダツが何かに追われてるのか。あ、カメもいるな。カメの頭が見えた。このちっちゃいジグでも結構飛ぶと思うから、よっしゃ、ジグ投げてみよう。ダツが小魚を追ってたんだ。ダツがいるってことはダツがヒラマサに食われるパターンもあるやん。これ結構激アツだなこれ。おかずゲット。日が暮れそう。ベイトとダツの存在確認できたね。
ダイソーのランタンの力を借りましょう。炭酸を3個。アルカリ13本が300円で売ってる時代なんてすごいね。ベアボーンズのランタンいいんだけど、すぐバッテリーなくなっちゃって、結構充電を常に意識しないといけないんで。あったー。お、明るい。点滅バージョンもあるの。もう電池いっぱいあるから一番明るいのにしよう。ここにしようか。うわ、明るい。ええやん。これめっちゃいいやん。ダイソーのランタン。あったけー。毎段最高。いやー、対馬産の魚。対馬ブランド。カサゴの煮付けね、めっちゃうまいからね。ハタの煮付けとかも食べたけど、なんだかんだカサゴが一番うまい説もある。よっしー。1号。メッキのアラをこの中ぶち込んで炊き込む。ちょっと吸水したまま待ってもらって。これって要は GT ってことだよね。ローミン味とも違うのかな。銀亀味ってやつかな。何センチだろうこれ。25、6センチあるな。よし。一応ちょっとアジだからね、税後があるんですよね。おお、素晴らしい。さばきやすい。もうあら全部ぶち込むか。トラントラン。こんぐらい。無洗米開始。めっちゃ嬉しい。メッキの刺身。何味かはちょっとよくわかんない。メッキうめえ。ここんとこ、ちょっと油乗ってる毛の雰囲気あんだよね、この辺に。ほら、こことか。めっちゃコリコリしてるわ。歯ごたえある。あ、達郎さんですか？うん。あれ、電話番号違うじゃないですか。あ、電話違う。あ、あれ。一時的に変えてる。いや、もう今、とりあえず上がって、今、氷を製氷機で買いに行くところなんで。もう帰ってきたの？釜。21度、結構快適。ガス管が大量に消費することになるからあんまり良くないんだけど。鮎だらけじゃん。なんか一匹アルビノみたいなやつ。明日は5時起き。ケチらずに電気も発動しとこう。弱で84ワット。今日でも83ワット。頻度が変わるんだ多分。いや、電気もめっちゃあったけえわ。朝方やっぱ寒くなったから弱から注意したんだけど、一
一晩中つけてどんぐらいになった？あ、77%か。まあまあ減ったね。結構明るい。結構やっぱ穏やかだよね。これぐらいだったらボート出せそうな気がすんな。こいつの置き場ちょっと変えた方がいいな。これは整理しないと。これも一部持ってきた整理が必要。対馬初出港。ちっちゃい小魚いる。ちょっとジグ投げてみる。昨日釣りしてたあたり追われてる気配がない。全然浅いね。ここはね、今んとこ風がない。だいぶ恐るだけど、ちょっとずつ様子見ながら。ここの下めっちゃ根があるんですよ。岬の方行ってもここまで来たら風が吹いてくる。この岬が風を遮ってくる。結構深い、ここは。風強えわ。
釣れそうこの辺。お、当たった。日焼け止め塗り忘れた。吹いてる。外は飲み先よりこっちの方がいい。なんかバケモンみたいな魚釣れねえか。バケモンフィッシュみたいな。巨大ハタとか巨大タイとか巨大ヒラメとか。多分ベイトいないな。出てすぐのところにベイトいたな。ベイトはいたけど追われてなかった。来たぞー。おっしゃ、なんかでかいの来た。これはなんかでかいぞ。おい、ついに来た。何か来た。そこそこでかいぞこれ。対馬サップファーストフィッシュ。根魚っぽいな。この引かなさ根魚っぽい。落ち着け。暴れたら結構あれだったからな。結構潜ったから。あ、ドラグ出たから。対馬ファーストフィッシュ。おっと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 。お、キジハタだ。でかめのキジハタ。でかい。ちょっと待ってでかいぞこれ。
マジか。でっか。よっしゃ。うお、やばい。 GoPro はこれ、カメラがこれが GoPro しかない。きたー。これなんだ、40は余裕であるな。でかキジハタきたー。やったぜ。対馬ファーストフィッシュ。でかいハタとか釣れねえからって言ってたら本当に釣れたわ。 60g の米助ジグ、クロスダガーだっけな。着底して巻いてたら食ってたね。やったぜ。携帯のカメラがあったわ。巨大キジハタやったー。キジハタの生命力と忍耐力は半端じゃないんで、どうしようかな。これ多分今日一日空気中にいてもこいつ死なないんだよ。ちょっと置く場所に自信がなくてクーラーボックス持ってきてねえから。うわ、でかっ。がっつりいいとこかかってる。絶対バラさないと。びっくりした。車の鍵は絶対落とさないようにしないと。これに入れて防水バッグにぶち込んでおくか。絶対に逃げられないようにしないと。絶対に逃げられないって考えたらやっぱこの防水バッグだ。ごめんよキジハタくん、申し訳ないけど。しゃ、いやすごいの釣れちゃったわ。ってことはその辺に根があるんだってことだよね。いやもうこれで終わってもいいレベルだわ今日の釣りは。結構な勢いで沖に流されてる。風がやばい。4往復っすねこれ。階段の出程だと1、2で荷物で1回、荷物も1回でいけないから荷物2で全部で4往復。結構きついけどまあここで釣りするためならそんぐらいやるわって感じ。フラグは1回も投げなかった
とねまだ余裕でピンピンしてるから一旦閉めてあげないと。決まった。目がど真ん中になったらこれ決まった。うわー美しい。いただきます。やべ、火消してなかった。危ねえ。なんか後藤の雄一さんが言ってたんだけど、対馬の南側より北側が圧倒的に魚がうまいって聞いたんで、北側で釣り しよっかな。この1本目の棒を超えてれば、あとはもうやりやすい。ストア。2日ぶりの風呂、また同じところだけど2時前ぐらいだから、この後ちょっと大移動して今日は対馬の北側の方にちょっと行ってみます。
島って2個の島なんだよね。1個じゃなくてね、ここでね分断されてるんだよ。あ、これ人工的になんか分断したかもな。明確に上の島と下の島でなんかね、地図上で見たら分かれてて面白かった。あ、行けなくなってるわ。スロープがあるなんか何も家とかがない海岸がこの先にあるんだけど、ゴミの不法投棄が多発してるので通行止めになります。ゴミのせいか。もったいないね。電波なくなって海外の電波韓国の電波拾ってんだけど韓国にいることになってんじゃん俺。 K の四駆が最強ってことですね。離島の旅はフェリー代も安いし。あ、なんか行けないっぽいな。地元のおばちゃんたちに聞いたらなんかやっぱ行けるっぽいな。そこ閉鎖されてるように見えたけどそんなことないんだ。ありがとうございました。何これ、雰囲気抜群だな。ちょっと怖えな。この先ずっと歩いて見に行ったんだけど、めっちゃもうジムニーじゃないといけないようなオフロードの道になってて、そこを走破して行き着いた先はもう最高のスポット。ただこの手前の道がエグすぎる。なんで多分俺はここで U ターンして、そこちょっと行ったら U ターンできるから U ターンして帰るかな。いやー、死ぬほど頑張ったらいけんだけど、なんか斜めのところが怖いんだよな。こことか怖いよね。ここに片輪乗せたらいけるけどめっちゃ怖いもんね。ほんでね、ここをクリアしてもね、こことかめっちゃ斜めってるしね。最後にここですよ。この巨大な岩がゴロゴロしてんのが、そこはこの辺通れば4区ならいけると思う。こういう感じでいけるけど、この先がね最高なんだよね。どうしよっかな。怖いな。めっちゃ行きたいけど怖いな。行ってみよう。よし、ここ行けたら、来い。おい、行けた。やっべ怖え。ここも結構やばいな。でここはぬかるみがすごいからちょっと左に行って、頑張れ。滑った。滑った。あーもうよくわかんねえ。やばい。やばい。横転しそう。初めて 4L っての入れてみよう。4L に入れてみて。やっべやばうっそや。本当に来ちゃった。ちょっと帰りのこと考えてないけど、とりあえず来れたわ。軽トラ下とかなんかぶつかったりしてるかな。どっか
でっかい岩は頑張って避けたけど。ほんでね、ここに来ればパラダイスっすよ、ここは。こっから船出せるからね。やば。ちょっとここは、あ、この上ならいいじゃん。よくこんな道通ったな。今年一番心拍数上がったかもしれん。なんか液体とか漏れてないよね。めっちゃ怖いんだけど。今んとこ大丈夫そう。中はぼちぼちだね。これ電気毛布が落っこちたりしてる。怖かった。コツが分かったっていうか、クラッチをゆっくりつなぐとしっかり走り出す。まあ雪道でも多分同じことだけど、焦ってさ急につないじゃったりしてガクンってなりまくったもん。あとはコース取りだよね。コース取りを間違えたら岩に腹すってなんかオイル漏れとかあったら怖いし、ちょっと休憩しないとやばい。冷蔵庫に入りきらなくて、シマノのクーラーのテストのためにテストも兼ねて氷をぶち込んであります。すごいね。今のところ全然溶けてないね。なんかね、90時間持つって書いてあったんだよね。何が90時間なのかわかんないけど、相当性能のいいクーラー。明日の朝一は風が弱いから2馬力サップで出港して、そこで風かわしながら釣りをしたいです。帰りがまた億劫だな。さっきの道通るのは。もう最初から最後まで4区のローでいいや。でもぬかるみのところは、スタックしたらデフロックって感じかな。今日カサゴの煮付け食べようと思ってたけど、やっぱ今日豚キムにしよう。バッテリー 66% まで減ってたんだけど、すげえ 100% に戻ってる。いや、走行充電マジで最高。ポタ電の走行充電マジで最高。なんで1時間半ぐらいかな今日走ったの。それで 66% から100% になってる。もうサブバッテリーシステムとか別にいらないな。これでいいじゃんって感じ。チャージャー1すごすぎ。これ軽トラも別に強化オルタネーターとかに変えてないんだけど、ちゃんと5、600ワットで充電されてたから。キャスティングのタックルも新しく買ったやつ持ってきてたんだけど、結局ジギングしかやらなかったな今日は。明日はちょっとキャスティングで青物狙いたいな。巨大ヒラマサとか釣ってみたい。メーターオーバー。サップとかボートでトップで青物釣ったことがないんだよ。よし。豚。よいしょ。対馬って韓国近いから本格的なキムチとかいっぱい売ってんのかなって思ったらそうでもなかった。うわ、絶対うまいこれ。ホロだからそんな匂いとか気にしなくていいもんね。あ、でもこの上にある布団とかはちょっと匂いついちゃったら嫌だな。おー、そして米が炊けて完璧すぎるタイミングで。はい、完成。タラーン。一番みなぎるのは釣った魚より豚キムチ。間違いね。釣った魚もいいんですけど、いただきます。サラダにはオリーブオイルで。野菜もいっぱい食べないとうんこが変になるから、腹の作りが強い人はそんなことないんだろう。いつまでマスクしてんだ。パスポート持ってくりゃよかったって若干思った。そしたらちょっと日帰りでプサン寄り道とかもできたの。ごちそうさまです。
もう8時20分だけど、横になろう。めっちゃ早く寝たら、どんだけ寒くても早起きできる気がするんだよ。そんなら今寝ちゃえばいいんだ。チャックのところに紐つけたいな。ダイソーの紐つけりゃいいんだ。今やるか。こんな感じで。ネックマウントの代わりにはならなかった、これは。もう GoPro がふらついちゃって無理だった。なんとまだ9時半に9時半前。今寝れば多分4時ぐらいに自然に目覚める。電気毛布いらないな、これ。よいしょ。リバプール店員。寒いけど13度だから昨日おとといよりだいぶマシだ。軽トラでの寒い車中泊に慣れてきた。電気毛布と厚着ですね、コツは。カラバオカップはダゾーンかな。なんかいい夢見たね。いい日かもしれん。うわ、2-0になってる。パレス強いもんな。パレスはほぼフルメンバーってことで、リバプールはめっちゃ人入れ替えてやられてんな。岩にぶち当たんないように。ジグはそこそこ深い。
お、出た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 やん。マジか。しゃ、この機敏に巻くのがいいんだ。出たね今。マジか。食わなかったね。あ、また出た。お、出た出た、おった。なんだ。お、出た。いやー、今出たね。マサじゃないの？なんだろう。マサの可能性全然あるよね。ダツあんな変な泳ぎ方しない。もしかしてフックがあれかな。焦ったな、合わせ。あ、そう、乗せらんなかった。ジグ休憩。お、出た出た。あ、出た。しゃ、うん、きたー。しゃ、あー、マサだろこれ。しゃ、おっしゃ。うっしゃ、きたー。そこまででかくないか。まだこっから突っ込むからね。オッケー、マサだ。オッケー、いいとこかかってるってか、絶対バレないやつ。小マサだね。このマサでこんな引くの？まあでもマサだ。あ、やべ。おっしゃ。
落ち着け。おー、いや、そこそこでかい。おっしゃー対馬本命きた。やべ、ちょっと待って、本命何キロ、5キロぐらいあるかなこれ。後で測ってみよう。どうしよっかな。閉めて袋に入れて続行だなこれ。脳天締め、多分閉まった。やべえ、抜けな、あ、抜けた。マイボートで初、トップで魚取ったの初。やったー。結構でかいじゃんこいつ。おっしゃー、平正やったぜ。いやー嬉しい最高だわ対馬。やったぜ、かっこいい。多分魚影めっちゃ濃いからね。よし、いいでしょう。あ、もうこのまま持ってきた。重いぞ、アキラマサちゃん。よいしょ。まだ8時前。素晴らしい。朝飯を食べる余裕があるね。ちょっと平正の重さ測ってみようか。3.5 キロでした。全然5キロもね。内臓脂肪あります。やったー。やっと終わった。多分1時間弱かかった。これ衝撃なんだけど、昨日スーパーで買った氷、あ、まあ、ちょっと溶けてるか。シマノのクーラーすげえわ。あ、やべえ、入りきらないかな。
ウイジン成功ツインパワー8000番。この竿もウイジンだ。シマノの安いキャスティングオフショアキャスティングロッドグラップラータイプ C って今回のために新しく買ったんだけど、これ結構いいわ。多分もうちょっとでかくても大丈夫だと思う。魚が10キロぐらいいっても取れるみたいなこと書いてあったから。先端はね、このガイド通るソリッドリングがなかったから、強めのスナップにダブルクリンチノット。ちなみに釣りに夢中になってたけど、釣りしてる最中もずっとプサンが見えてた、あっちの方に。ブランチでパンを食べよう。肉も使わないといけないから生姜焼きを作ってパンで挟むという。はい、おろし金忘れてる。ニンニクパウダーがあった。これ視聴者さんからもらったやつ。これを使おう。ニンニクはてか生姜もおろせねえじゃん。そしたら分かった。これを使ってニンニクと生姜をぐちゃぐちゃに。醤油。ここを脱出する作戦ももうちょっと改良したバージョン考えます。多分荷物を重いものを今度右側に寄せないと結構やばいと思うんだよね。ここで横転したらもう海に落ちるってことだから。葉っぱは大事。ちょっとこれ量多すぎるな。多分うまいんだけど、大量だから6分ぐらい焼いとくか。風が出てきた。うわー、うまそうちょっと待って、やばいなこれ。大変なことになって。生姜焼きサンド初めて作ったもんな。マヨネーズかけてもよかった。マヨネーズ持ってきてないけど。おー、うめえ。最高だ。
かなり右寄りに荷物積んだ。船も右寄り。なんでかっていうと、こっから戻る道がかなり左に傾いてるから、左に荷重してたら横転のリスクが多分倍ぐらいになるから、全部極力荷物を、重いものを右に寄せました。ポタ電はもうしょうがないね、あそこで。でもあとは自分が右側に乗るから、ちょっと有利かな。ゴミはね、コンビニで買い物した時とかにちょっとずつ捨てさせてもらってるけど、それでも全然溜まっていくんで、ここのキーボックス、なんかロックできる箱、これオプションで軽トラ買う時つけたんだけど、ここにぶち込んでます。めっちゃ便利これ。ミスった。岩の場所忘れてた。そこに一旦下がって。右の岩どかした。さえ越えれれば越えろ。よし、ぬかるみはなんとかいけるでしょう。普通のなんかこの道が可愛く見えてきたわ。神様に感謝だな。お礼を言いに行こう。久しぶりに無茶してしまった。意外とパッと見は大丈夫なんだけどね、ここを思いっきし傷つけて、であとね、ここのクリップがもうなんか抜けちゃってるね。このクリップを抜いちゃう。軽トラが可愛くなった。ダムのところになんか無料のキャンプ場があるらしくて、ちょっと行ってみます。そんで水を補充したい。なんかここっぽいな。右っつったらこっち。おー、何これすげえ、最高っすね。ここ夏だったら川遊びもできる。普通のキャンプ場の設備みたいに水出るんでしょうかこれ。出ねー。ありがとうございます。こっちもありがとうございます。これね、今んとこすごくいいわ。昨日も1、2時間ぐらい、1時間以上運転したけど、腰に全く負担がない。この腰だけじゃなくて、この下も重要。
対馬ってアビルさんっていう人多いな。長崎に多いのかな、アビルさんって。暫定の目的地はあるんだけど、その手前にもいろいろ気になってる場所があるんで、見て回りながら最終目的地に向かってます。あと途中でスーパーとかも寄りたい。裏の磯どうやって行くの？あ、ここ歩いていくのかな。数年前より外国人釣り客が増加し、磯場が荒らされています。このままでは再海藻を自由に採取される恐れがあるということで、入り口に施錠するよう決定されました。立ち入り禁止とは書いてないっていう点と、あそこに鍵がかかってる理由が外国人釣り客の増加っていうことなんで、俺手ぶらで入ってみます。釣りもしないし、日本人だし。なるほど、あそこまで行くにはウェーディングしないといけない感じだ。なるほどね。あそこチェーンされてなかったらここまで車で来れちゃうんだ。ここまで車で来れてたらもう最高のスポットだけど、さすがにやっぱみんな来ちゃうんだね、車で。こっからだってね、もうさっきみたいに出航し放題っていうね、膝ぐらいまで使ったらあの先端行けるんだ。結構磯が思ったより低い。バリューズドーム。なんでこんな韓国の人が多いんだろう。やべえ、大行列だ。レジ大行列。免税店並んでるの免税カウンターだけだ。普通のレジは大丈夫だ。対馬の味噌うまそう。加藤清正って対馬にも城建ててた。熊本城の人だよね。清正の評判良くないらしい。うまそうなパン屋さん見つけた。パン屋さん。フルパイね、お芋パイね。すごいトラックの中で焼いてる。でタープをつけてお店になってる。ありがとうございます。お芋パイゲット。韓国からの旅行者の人たちのおかげでだいぶ潤ってるんじゃないかな、対馬。相当爆買いしてたもんな。ちょっと韓国見に行こう韓国の見れる展望所があるらしい。なんかバス優先らしくってどけって言われてめんどくなったからやめた。なんということでしょう。温泉行こうと思ってたけど結構めんどくさくなっちゃってやめました。うめえ。トラックの荷台の中でパン焼いてんのすごすぎんだけど、オーブンの電源とかどうしてんだろう。スーパーの施設から電気もらってんのかな。うめえこれ。また移動でポタ電が復活。今車内片付けてたらボルトを見つけちゃってここが外れてた。怖っ。この中が噛んでるからここがずれることは今んところないんだけど、これはちょっと見つけてよかった。そして工具セット持ってきててよかった。うわ、結構緩んでる。上の方ちょっと見た感じ、下はねガチガチなんだけど、上がね結構緩んでるね。これは予備のどうでもいいやつなんだけど、ほんならシャキーン。明日こっからポーズ出せたら出せたい。風次第だけどこっち側から吹いてきてて、あ、やべ、ビールぶっかかった。何これ。ひょうたんのお酒見つけた。中国語か。ブーチュー。ちょっと習ってたことある。ゴミがすごいね。こういう中にお宝ルアーみたいなのあったらいただいちゃうけど、ヒラマサが釣れて気分がよろしい。しかもこの車中泊スポットがもう完璧すぎて、ちょっと崖崩るだけ怖いけど、上から石落ちてきたらちょっと命の危険はあるけど。今
今日の動画の公開準備をしないと。電波がないな、かな。よーし。公開準備ができたんで、能登のイカ釣り動画を公開する。公開。よーし。今日の仕事終了。よし。寒くなってきたな。電波弱すぎて、テザリングしてるスマホここに置いてた。バリ1からバリ2しかない。飯の時間。キジハタをお刺身にする。半身でもこれ結構多いかな。戻して。で、ここ結構残っちゃうんだよ。難しいんだよね。うめえ。何もつけなくてもうめえ。キジハタのお刺身一品目完成。あった。おととい釣ったカサゴちゃん。お、米食べた。いや、これ絶対うまいからね。小松菜の茎、対馬の麦味噌。意外とめっちゃ甘味料とか入ってるわ。漂白剤。なんで味噌に漂白剤入れんの？マジか。めっちゃ添加物入ってるこれ。対馬の味噌ってのにちょっと惹かれて買ったら若干ミスった。まあ見た目はうまそう。対馬で釣った魚を対馬産の味噌でいただくんだ。インスタントラーメンも食べてるからそんなこと言えないけどね。あと外食とかもね。対馬の味噌ってことが重要だから。薄味でカサゴの出汁を楽しめばいいのか。こんぐらいにしとくか。あーやべえ。川の湯通し忘れてた。対馬のお酒。白竹酒造株式会社。純米酒だから米と米麹だけで。クーラーに入れてたんだけど、ヒラマサ釣れちゃったからこれ出しちゃってたから常温になってるけど。まあ、うまいでしょ。いいね、これ。対馬が書いてある。ここにフェリーでついて、こう来て、こう来て、今ここにいるんだ。一番北側に。左大臣のおちょこで。いただきます。昨日釣ったキジハタのお刺身と、一昨日釣ったカサゴの味噌汁。お酒は、対馬のお酒。なんだろうこれ。いろんな味がする。甘みもあるし、ちょっとフルーティー味もあるし、酸味もある。辛口甘口はわかんない。これ日本酒度書いてないね。ゼロかなもしくはなんか結構、辛くも甘くもない。お刺身。いただき。これやばいでしょ。なんじゃこりゃ。醤油ほんのちょっとでいい。こっちはもっちもちや。ちょうどいい硬さになってる。多分ね、ハタって初日に食べたら結構硬いんだけど、程よく熟成された気がする。うめえ。米は進まんな。荒株の味噌。こっちで言う荒株っていうのよ。うめえわ。添加物とかどうでもよくなるぐらいうめえわ。対馬っていうのもずっと、存在は昔から知ってて、釣りにハマってからさらに憧れの存在ではあったけど、五島と同じぐらい。一昨年から五島に行き出して、今年もね、五島に行く予定だったんですね。もともとは。去年行った時に、10月の後半がクエが熱いよって言われて、じゃあ絶対行きますって言ってたんだけど、そっから対馬が気になり始めて、まだ一回も来たことなかったところで、初めての場所ってことで、どうしても対馬に来たくなって、今回対馬に来たけど、来てよかった。すでに。まだちょっといつまでいるかわかんないけど、多分あさってぐらいには一気に移動しようかなと思ってるけど、ここめっちゃうまそうこれ。極上でしょこれ。対馬のキジハタだから。そんじょそこらのキジハタと違うでしょ。8時40分。どんどん朝方になっていくな。釣りしてると、釣りのいいところだね。電気毛布はどうだろう。繋いどいて、オフの状態で繋いどいて、寒くなったらいつでもつけれるようにしとける。90% ならいいでしょ。AC もオンにしとこう。
朝方ちょっと雨降ってたな。風が結構あるから朝の釣りはなしだな。それがもう寝坊だけどね。風呂入りたいよ。今日も韓国が見える。このピーナッツ爆うま。はい、ちょっと少なすぎる。預けてからもう一回コックとランニングしたら、はい、それに対してもう出てきた。隣の人釣りなんだ。あそこの磯まで歩いてった。風呂はできるだけ毎日入った方がいいわ。たまに1週間ぐらい入らなくても大丈夫みたいな人いるけど、ちょっと俺は毎日風呂入らないとやばいかも。結構寝づらかったな昨日。ここだっけ。東に進みます。ミウだ。渚の湯。ビーチの駐車場に飲食店みたいのがあるように見えた。ミウダ浜海続水浴。いて目的地は右側です。うん、やっぱ人がいるね。ここいいね。めっちゃ船出しやすいぞここ。温泉スタンドあんの。東横インなのこれ。よし風呂入るぞ。あ、渚の湯自体は結構こじんまりしてるんだ。へえ。上津島温泉渚の湯600円って書いてあったから600円も小銭を持ってきた。露天風呂閉鎖中。めっちゃ韓国。ちょっとそこのビーチ見てみるか。うわ、めっちゃ車いる。ちょっとやめとこう。すげえ観光地だなここ。立ち止まりスポットがあるぞ。さっきいた温泉があの建物のところ。おー、めっちゃ綺麗だね。ずっと浅い砂地なんだ。ずっと浅い砂地で、あの岬と湾の出口ぐらいまで行くと多分深くなって、だから釣りするには多分だいぶ長距離移動しないとここできないね。へえ、めっちゃ綺麗だな。ここ夏は泳いだら楽しいだろうね。あ、なんかキャンプ場もあんだ。あそこグランピングみたいな施設に。左方向です。続いて左方向です。ここもいい感じじゃんここ。
西泊っていうのかな、ここ多分西泊海水浴場。もしかしてトイレ使える？お水は出そうじゃね？出る。対馬史上初めてなんだけど海水浴場の水道とトイレ空いてんの。対馬史上初。素晴らしい。磯がありまして、なんかあの堤防竿が2本出てるけど人がいないんだよ。大丈夫かな。ぱっと見良さそうに見えるけどかなり浅いねここで。岩が多分ゴツゴツしてる。どうなんだろう、水深多分相当浅いよね。目の前に島あるしね。あの沖堤防とかちょっと面白そうだけど。でもこの島、風がなければあそこから上陸できそうで、向こう側に回り込んで磯で釣りしたら面白いかもしれん。立派なカマキリ。左方向です。堤防か。なんかネットで見たらここでイカがよく釣れたみたいな話を見たんですけど、確かに釣りはめっちゃしやすそう。釣りしやすいけど到着しました。お疲れ様でした。漁師さんの船とか集落が近いかな。立ち入り禁止っぽくはなってない。確かに炭跡あるね。これも炭だろう。かわいそうにベラが放置されてますね。これはひどい。ベラがかわいそうだ。まあなんかちょっと立ち寄って釣りするにはいいところだね。よいしょ。予約したいんですけども、明日って壱岐に行くカーフェリーは空いてますか？4メートル未満の軽自動車です。じゃあ壱岐まで車とドライバー1人なんですけど、はい。じゃあ15時の25分のやつ。はい、よろしくお願いします。失礼します。明日のフェリーが取れたんで、壱岐に移動します。明日。つまり、今日が対馬最後の車中泊。で、明日の朝一、今日の夕方と明日の朝一釣りして、で、それで終わりにしようかなと。いや、対馬いいわ。地形が素晴らしい。もう入り組みまくってて、島全体リアス式海岸みたいな大好きな地形で、魚も釣れるし、唯一の弱点は遠いってことだね。福岡から4時間ぐらいかかったかな。素晴らしい島ですね。なんたってヒラマサ釣れたからね。日高津だからジェット船があるんだ。いろんな港、フェリーが来るんだ。およそ400メートル先、目的地は左側です。相模ナンバーのバイクだ。近いぞ。リーガル。あれ？目的地は左側です。嘘、スーパーなんてあった？嘘やん。反対側にあんのか。一通じゃないよねこれ。アリュースタジアムっていう、
これか。これ駐車場ねえの。閉店しちゃうの。50年間やってて、竹末さん。マジか、閉店しちゃうんだ。閉店しちゃうんだ。 3km 道なりです。対馬山猫見てみたいな。どっか見れるとこないのかな。偶然出てこないかな、対馬山猫。 800m 道なりです。何これ。ちょっと行ってみよう。塩の工房。U ターンします。続いて分かってる左方向っです。て。なんか河口があってほほほ。めっちゃ面白いぞここ。人ん家があるね。人のお家だ。すごいいいところにお家があるね。羨ましいわ。わあ、集落。わあ、雰囲気がいいね。雰囲気最道なりで高じゃん。す。続いて目的地は左側です。何あんないっぱいフェンスが立ってんだ、あそこ。雰囲気最高。もうイカ釣れそう。イカ釣りたいな。今日の目標、イカ釣りたいな。わあ、この堤防も良さげじゃん。で、なんかね、あ、そう、ここの裏、この磯行けるんだよね、多分。磯ってなんか鳥居があるな。鳥居があるけど大丈夫かな。こう風が吹いてきてて、このフェンス結構風も防ぐんだ。よし、ちょっと散策だ。偵察しないと。この堤防いいね。この磯ダメだね。低すぎて波かぶってるね。風向きもなんかよくわかんねえ。てかなんか渡らないけど頑張ったら歩いて渡れるね、このテトラ。鳥居があって、まあ神社だね。この島、この岩自体が神社になってる。まあ多分さっきのあそこからこう辿っていけば、島の周り辿っていけば反対側出れるけど、ちょっとまあどうだろうね。トップでやったらなんか反応ありそうな気もするけど、どうだろうね。めっちゃ見晴らし最高。堤防は足元からもゴリゴリの岩。なんかイカの匂いするよね。こういう入り組んだ地形で、リアス式海岸と港が一体化してるようなところって墨跡だらけだね。あの先端とかひどいねやばいやばい、すごいぞここ。やばいやばい、大変なことになってるねここ。これはすごい。どんだけ釣れてんの。しかも結構やばくない？今までの人生で一番墨跡がすごいわここ。ちょっとここで
明日の朝までエギングに徹してみてもいいかもしれない。ここでオールナイトエギングしようと思ったけど、今ちょっと予報とマップを見てたら、今日の夕方ぐらいに風がなくなって、かつ出港できそうな浜がこの近くにあるから、ちょっと今そこを見に行ってみて考える。金曜で明日が土曜だから、このイカがめっちゃ釣れる堤防ってなると人がいっぱい来るんじゃねえかってのもちょっと不安なんで、向こうでできれば向こうからボート出してもいいなって。対馬最終日だからね。場所選びは慎重にやらない。万全を期して場所を決めたい。うわー、オフロードになった。ラーメン食おう。腹減った。大葉俺大好きなんですよ。この香りが最高。香りが最高。いただきます。スープすするようにスプーンが必要ですね。うめえ。なんかチャルメラの方がうまいかな、もしかしてマルちゃんよりうまく感じる。まあ具とか違うけど入ってるものとかなんかうまく感じ、最後のスパイス入れたスパイスもめっちゃうまかった。汁全飲みしちゃったからトマトで中和。よいしょ。さてちょっと休憩して釣り行くか。もうコーヒー飲むか。水が1個ないのが気がかりだけど、もうなんか朝食後と昼飯後のコーヒーが日課になっちゃってるから、こまめに歯磨かないと真っ黒になっちゃうから。あとあれだ、クーラーボックスの中、平正ちゃんとかチェックしないと。
上に置いてた氷はそこそこ溶けているけど、まあ保ってる。下の氷は結構保ってるし、板氷も持ってあと一晩かなって感じか。明日氷変えないとあかんっす。なくしたと思った水あったストーブの裏に隠れてただけやな。なんか一応これ道なんだけど、そこからオフロードになってて、明日そっち行ってみようかな。なんか、ずーっと林道みたいなのが進むと、多分、大通りに出るんだよね。ちょっと面白そうだな。車は今のところ、1台も通ってない。で、こっから、まあ、道理使わずに、普通に担いでそこまで行く感じかな。買った時は緑だったけども完全に熟してる。ちょっとね、まだ風が吹いてて、ここも出店するにはちょっと危ない感じのうねりなんで、一旦待機。このまま収まんなかったらもうちょっと諦めるかな。向こうの方まで回り込めば波割れてこないから行けるけど、結構こっから向こうまで持っていくのも結構大変だからね。ちょっとで出港ってところまでは来てるけど、ちょっとやだね、このうねりは。作戦変更。全然落ち着く様子がないんで、さっきの堤防で今日は釣りすることにしました。今4時前ぐらいになってるけど、もう4時過ぎたか。4時過ぎても落ち着かないし、これから落ち着いたとしても5時半が日の入りだから、そんな釣りできないんで、もう戻ります。今めっちゃ雷鳴ったんだけど、それちょっと天気予報見てみたら、この後雨っぽいんだよね。てかもう雨降ってきた。ちょっと一旦退避しよう。超絶ミニイカが
いるわ。あれイカだよな。かわいい。夜大雨っぽいな。怖いな。雷もすげえ鳴り始めた。これはちょっと釣り中止かな、今日は。天気は見てなかったわ。風と波しかチェックしてなかった。てか船で出なくてよかった、マジで。あそこで出てたら結構やばかったな。ちょっとここで待っててもあれなんで、南の方に移動してみる。なんかね、この後7時8時ぐらいは止むらしいんだけど、なんか車中泊するにしてもここが結構微妙だから移動します。あとなんか車が2台ぐらい待機してて、やっぱここエギングの人気ポイントらしくって、人もいるんで、人がいないところに行きたいんで、他のところもせっかくなんで見に行こうと思って見に行きます。通行止めなんで？あ、工事？マジか。じゃあどうやって行きゃいいんだ？通行止め？めっちゃ迂回しないといけないってこと？そしたらちょっと迂回してまで行くのきついな。怖えな、この道。今鹿が、でっかいオスの鹿飛び出してきて焦ったけど、鹿とか山猫とか出てきそうだね。怖いな。なんかこれで行き止まりとかだったらもっと最悪だけど、そこの堤防でエギングする。なんか堤防の先端に草生えてる。なんかここやりやすいし、炭跡ある。でこのテトラキワとか釣れそうじゃね？ここでエギングしよう。決定。対馬最後の夜なのにこんなに釣れねえとは。さっきの雨で濁りがすごかったな。濁りのせいってことにしよう。いや、濁りがすごすぎてね、釣れなかったっすね。今日どうしようってかね、これ明日風が強いな。およそ200メートル先、目的地です。結局初日の場所に来た。もう9時過ぎちゃった。バナナ食ったけど腹減ってきた。目的地に到着しました。お疲れ様でした。やっぱここは誰もいない。土日だから、明日から3連休だからどこも人が多かった。金夜はもし出せたらボート出そう。明日よし。ほんなら今からやっと夕飯タイム。腹減った。腹減った。まずはあれでしょう。まずはあれですよ。米は炊かないな。今日は昨日の米の余りがあるんで。よいしょー。ビールじゃなくてこれでいこう。最初からもう今日は対
島最終日なんで。ちょっとね、今日結局まともな釣りできなくて、エギングやったけど、釣れず、明日、一旦乾杯。うめ。このお酒ね、うまいっす。俺の好みかも。玄界灘に浮かぶ歴史と伝説に包まれた国境の島、対馬。あ、この酒造さんも明日、時間あったら行ってみよう。あ、遠いかな？これどこにあるんだろう？白竹酒造どこにあるんだろう？ 1 時間か。結構遠いな。なるほどです。行けたら行こう。白竹さん。うわー、この辺も、ここら辺も、行きたいね。行き足りねえ場所が多いな。明日、移動すんのか。よいしょ。最近よいしょばっかり言ってんの。今からよいしょ言ったらアウトみたいな感じで、よいしょ禁止にします。いや、マジで意識しないと言いまくるわ、よいしょって。やばいな。もうおっさんだからな。断るごとによいしょって言ってる気がすんな。食うはもういいんだよ。食うはもういいけど、よいしょはやめた方がいいね。うめえ、この酒うめえ。最高。常温でうまい、普通に。今日はね、一旦、まあもう、9時半なんだけども、のんびり過ごす。で、平正か。シマノのクーラーボックス、今回のために買ったんだけど、これすごいわ。テムの比較にならん。テムのやつもうこんなん全部溶けてるわ。あれ持ってきてから。しかもそんな入らないし。今日はちょっと平正ちゃんを食べたいんですよ。一旦平正のさ、刺身を食べたいでしょ。そんな。天然平正。養殖平正とか聞いたことないな、そういえば。いや、このペーパータオルは溶けなくてよろしい。なんかちょっとぐちょってんな。やっぱ冷蔵庫に比べたら温度は高くなっちゃうんだろうな。氷水につけれたら一番いいんだろうけど。でけえなこいつ。きついなこれ。とりあえず眺めるか、これを。いや、雷鳴ってるな。一旦やるしかないよね、これね。よいしょ。あ、よいしょって言った今。あれこれ充電できてねえじゃん。マジかよ。あれこいつも1だ。やば。あ、やばい。これはまずい。もう。車中泊って大変だね。車中泊は大変です。本当に。常に片付けてないと終わるからね。こんな魚、軽トラの荷台でさばくの、俺が初めてなんじゃねえの。軽トラの荷台でヒラマサさばく人、史上初じゃないの？もしかして。いやもうこれで半分でしょ？これで4分の1でしょ？ 4 分の1も食べきれないよ。おで、ハラミはハラミ。これ炭火で焼いたら最高にうまいんだよ。家の軒下で七輪でやりたいけど。水分。もうどれがなんだかわかんなくなってきたけど、とりあえず取っとく分をちゃんと保存しないと。皮は一旦冷蔵庫の方に行ってもらうか。3方向にやって、これ絶対うまいわ。むしろこれちょっと多すぎ？いや、でももう、ヒラマサでお腹いっぱいになるぐらいなら、本望かもしれん。ヒラマサのお刺身。あ、醤油。たらーん。いただきます。うめえ。これたまんねえわ。こ
このヒラマサのおかげですでに最高の旅になった。程よく脂が乗ってるんですよ。ヒラマサって旨味がすごい。これハラミ。すごいわ。もう油でテカってるもんね、このマサの身が。感無量とはこのこと。いやだってスーパーオフロードで引き返してたらこいつにも出会わなかった。あそこを行くって決心して行って、そっから船を出して、それで釣り上げた。初めて自分のボートからトップウォーターで釣ったヒラマサ。しかも、もう釣り人の聖地と言っていいでしょ。対馬は。対馬のヒラマサ。しかも、ゆういちさん曰く、対馬の北側の魚は次元が違ううまさっていう。比較的北側で釣ったヒラマサ。これもう、最高のヒラマサってことでしょ、これ。しかもサイズも80弱ぐらいだから、食べ頃サイズってことじゃない？つまり何が言いたいかっていうと、最高のヒラマサってことじゃない？これ。我ながら、ストーリーの詰まった魚って、やっぱ格別だと思うんですよ。うわ、ここの部分、うわ、ここやば。マジか。一匹を釣るまでのストーリーがあるから美味しいんでしょ。魚って。本当に。本番だけやるとかじゃなくて、本番の前の段階と、まあその後、もうひっくるめて、この一匹だから。酔っ払ってるから伝わるかわからないけど、そういうところを大事にしていきたい。釣りでも、何でも。もううますぎるもん、これ。単純に、お店でこれを出されて、食べて、あ、うめえってなるのと次元が違うの。めっちゃ雨降ってきたやん。うわ、これ絶対うまい。天草の塩。そういう思考なんですよ。それを日本製の超菓子でほらね、そうですよ。そのうちね、消費登録取らなきゃかな。まだもう検討させて。どうなんだろう、俺全然わかんない。最強のチャーハンできた。うまっ。ヒラマサの皮チャーハン。キングサーモンはね、今いつかやるかなと思ってるけど、それは果たして今やるべきなのかどうかっていうところもある。イタリア国内に感染者数が急増する中、イブラは動画を投稿したように26人の息子たちがいるが、誇らしげに繰り返す全能の師匠のもとで息子たち人種との戦術が進歩し、新戦力が躍動してきている。補助をしながらより長い時間ゲームをコントロールしようとすることでポゼッション時における各選手の力が、そして我々はまだその答えを見つけている。開始5分に1対0とリードされているが、何の助けもなく相手チームは血が季節して何としないところでハモールに未だにコンピク失点のない守備力に関しては欧州随一でハイプレス、低連続、絶対守備全てにおいて半端ない集中力で相手につける隙を与えていないので、この壁がある限りしばらく安定した戦いをしていくでしょう。全てのテールするチームのコンセプトを理解しつつ、そこに適応しながら自分の特徴を持たせる選手を取ってこれたことはフロントの成果とも言うことができるでしょう。それに何より今季からより顕著になっているプレミアリーグのセットプレーフィーバーの先駆けとなっているのが、昨日飲みすぎちゃったな。なんかうまいもん作って食った記憶あるけど、あんまり覚えてないんだよな。チャーハンは作ったんだけど、なんかその時の感じが結構覚えてないっていうか。これをそのまま皿にするっていう。いやー、対馬の最終日に魚を釣れなかったことはちょっと後悔。あと昨日の夜に北から南までここまで東側の海岸をあまり見ずに来ちゃったこともちょっと後悔。週末をちょっと警戒しちゃったな。なんか港とかだと車中泊もできないし、でも港だからできないとかじゃなくて、なんか周りに迷惑をかける可能性がある場所ではなかなかしづらいから。まあ雷で雨降ったところとかはギリできると思うんだけどね、あそこは。東側をあんま見れなかったのは心残り。っていうか、対馬広すぎてまだ全然見れてない。かといってこのままずっと対馬にいるっていうのもちょっと
飽きちゃうんで、今日移動して正解だと思う。なんか俺すぐ移動したくなるタイプだな。風が強いのか弱いのかやろうと思ったらできたな今日な。たまりにたまった洗濯をもうほぼ着るもんないぐらいまで溜めちゃったまさかのいっぱいだった。コインランドリー人気すぎじゃね？風呂の近くに蕎麦屋さんを見つけた。蕎麦道場。めっちゃうめえよ。あ、今日オープンしたて？あ、リニューアルオープンした。佐伯の横のコインランドリー開いてるか。開いてるけどなんかでかいな。12キロ45分だ。お、ちゃんと乾いてる。かわいい。山猫見たかったな。ターミナルめっちゃ綺麗。受付完了&ちょっとお土産もゲットできた。いや今受付の人に聞いたら対馬山猫センターっていうところがあって、そこに行けば山猫見れるんだって。ちょっとね山猫見れなかったこと心残りだな。次来たら絶対山猫センターに行ってみたい。
トイレに立ち上がっただけで酔っちゃう。とりあえずダイソーに向かって、そこから去年も行った串山キャンプ場、そこに移動して寝ます。ちょっと息は滞在中はずっと東風の爆風で、あれがボートが出せないんで、堤防釣りをメインにやろうと思ってます。堤防からクエが釣れるらしいから、ちょっとクエを狙ってみようかな。あとイカも釣りたいね。あ、これか。ダイソーで何か11月2日朝市祭り。お、すごい貸し切りだ。3連休の初日なのにね、誰もいないんだ。これ傾斜どうだろう。一旦止まってみてニュートラルに入れると、前に行くから前に傾いてる。真っ暗だけど、壱岐の一番北側の方にある串山キャンプ場っていうところに来ました。3時半の対馬発で5時半にここに着いてダイソーとか寄って6時23分。今何日だ、11月1日、壱岐に11月の5か6ぐらいまでいて、その後博多に戻って海子の実家熊本の方に行きます。で熊本でしばらく、2、3日のんびりしてから九州北部で釣りをしてから帰る予定です。めっちゃバタつくね、風で。バドワイザー。予報通りの爆風だな。今日は3連休の初日の土曜で、明日明後日動画編集デーだけど、合間を縫ってあらかじめ下見とかして釣りを始めたい。クエなんて狙ったことないからな。一応重りは持ってきたんだけど、重りと三つ股サルカン、あとでっかい針。撮影は釣りをする日までちょっとスキップしよう。じゃあまた。爆風。ちょっと今偵察中だけど、ウサギの定番あったんで釣りしてみる。イカゲット。壱岐初フィッシュはミニアオリイカ。でかいイカ来た。でかいぞこれ。あ、もう一匹ついてきてる。おっしゃーでかいイカゲット。GoPro 置いてきたから全然撮れてないけど、でかい。同調20はいったな。これ今日は撮影しないでのはずだったんだけど、偵察がてらちょっと釣りをしてイカをゲットしてしまった。今日は壱岐に着いて2日目で、昼間はずっと動画の編集をしてて、まだ終わってないんだけど、夕方偵察がてらちょっと釣りしたらイカが釣れちゃったんで、撮影しないでにしようと思ってたんだけど、やっぱり今から撮影を開始して、てか朝と夕方は基本釣りするようにしよっかな。なんか3連休だから釣り場混むんじゃないかって思ってたんだけど、全然そんなことなくて、今日の場所とか自分以外の釣り人まだ1回も見てないし、壱岐に来てから。ヒラマサが結構でかくって、これ一人で到底食べきれないって昨日の時点で分かったんで、半身と頭を地元の知り合いにあげました。肉の量が半端ねえっていう状況です。ニンニク醤油パウダーで、これ絶対うまいだろ。ヒラマサの半身の後ろ側半分。ニンニクを、こいつとこいつは同時にいけるな。いいね。
うわー、このシンクまで物置になってる。サラダはオリーブオイル、ヒラマサムニエル、ニンニク風味いただきます。あ、これなんか視聴者さんからもらったニンニク醤油粉、めっちゃうまい。何にでもパスタとかにもかけて食べるんだ。完璧に火通ってるな。はあ、これはうまいわ。皮がパリッとした。やばいこれ。米が炊けた。第2ラウンドいきます。第2ラウンド。タラーン、いただきます。ニンニクマシマシマサ丼。あーうまい。うまっ。この尻尾側の肉も特徴があって、これ肉がプリッとしてるわ。うまっ。この風向きだったら昨日の磯で全然いけるね。やっぱり誰もいないな。もう息が白くなるぐらい寒い。ビーチの横に磯が出現する、ね、この磯の外側はもう外海。この辺からうねりが見えるから、そんなにないように見えるけどね。まだピロピロしてる。これ100円でどれぐらいもらえるんだろうね。こういう放出ボタン。そういうことか。ああ、なるほど。あ、いや大丈夫です。ボウルに入れるんで。はい。こういうことです。100円でボール1杯だから、どうだろう、1キロぐらいかな。コンビニで買うより全然安いよな。おはようございます。目的地は右側です。釣りしたんですけどダメでした。でもね、カマスが釣れてましたよ。あそこあれこうプロがおるとよ。プロ。うん。
おー、今日は今日はまあ夕方までのんびりして、夕方またどっかああ、そうだ。風かわすところで。しゃあ、今週出す予定の動画が完成して、今書き出しを始めたってやってたら、もう12時50分、山本さんとおしゃべりして、朝飯食って昼寝をして動画編集してたからで、動画がこれ書き出し終わったら温泉でアップをしたいんで、昨日も言ったんだけど、国民宿舎の温泉がマジで440円で最高の温泉があって、ロビーの Wi-Fi 使っていいよって言われたから、そこで動画をアップしたいんで、それを夕間詰めの前にやりたい。あ、やべ、牛乳閉まってなかった。ねえ、昨日知ったんだけど、あそこの駐車場までしか車入っちゃダメかと思ったら、なんとみんなこの芝生のところにも入りまくってたから、俺も入ってみたらもう最高。無料ってもうなんかおかしいでしょ。トイレもあるし、あそこに水もあそことかあそこで使えるし、あそこはまだ行ってないけど、あそこの水もあるし、すごい。イカ焼きそばを食べよう。イカさん、これはね、ぶっこみのイカでイカを発掘して、やっぱ結構いいサイズだわ。なんとイカの目美味しいらしいんで食べてみます。今までイカの目って全部捨てちゃってたんだけど、もし美味しかったら今までのイカに申し訳ないな。なんか軟骨がある。あ、ニンニク忘れてた。よしと、あとは焼きそばを作るだけだ。イカの目がどんな食感と味なのかすげえ楽しみ。ちょっと水入れて、魔法の粉をぶち込んで火がついてみていいわ。粉半分でもよかったかもしれない。いただきます。うまい。こんなまずいわけがない。イカの目の原型がなくなってる。おお、面白い。なんだこの食感。美味しいね、目。あと目の間にあった軟骨みたいなのも噛めるわ。ちょっと弾力があって。イカの目うまいやん。で、イカの身最高。イカ焼きそばはやっぱ最高っすね。ちょっとこれからはイカの目はいただくようにしよう。捨てるのこれもったいなすぎる。普通浜です。生島荘国民宿舎、ここが440円で源泉かけ流しなのかな。めっちゃ茶色い鉄分が入ってるような温泉。爆速 Wi-Fi 最高やわ。およそ500メートル。先にある一級堤防行ってみます。やっぱね、駅まで来るとね、わざわざ磯に行かなくても堤防でもいろいろ大物とか狙えるらしいんで、すげえライトタックル、エギングタックルだけど、今日はできればイカとアジを釣って帰りたいな。おー、なるほど。あれがタンスで、こっちがミタライ。大きい磯が目の前にある。爆風だから俺もこれは撤退だな。
堤防良さげだよって思って。すごいトイレあって駐車場があって、そして釣りもできちゃうっていうスーパー。フェリーが止まってる。雨いらん？あ、大丈夫と思います。そう。長手にかかってたろ。あ、そうかもしれない。最悪だ、抜き上げ失敗した。ちっちゃく見えたけど意外とでかかったんだ。今日昼まで寝て、今12時なんだけど、もう一気に来て、ボート釣りはずっと諦めてたんだけど、今日はやたら風が弱いから、なんかボート出せそうな気がしてきた。北東の風で、まあ弱く吹いてんだけど、昨日も北東の風めっちゃ強いのに、郷の浦行ったらかなり風弱かったから、対馬ほどじゃないけど、まあある程度風浦に行けば風かわせるんだろうなって思って、これ夕方できるなって思って、今急いで準備して、およそ600メートル先、うわ、良さそうな磯いっぱい見えるな。すげえ、なんか手作りの港みたいになってる。ここは出しやすそうだね。磯のとんがった磯の先端はエギングとかも良さそうだな。これも気になってた場所、一応島らしいんだけど全然地続きだった。船、まあ、出しやすいかと思ったけど結構岩がゴロゴロしてて、こっからボート出すのは結構ボートが傷つきそう。というのと、島とここの陸地の間の潮が多分めっちゃ速い。ちょっと危ないかもしれんな、2馬力は。
うん、氷の有効活用。準備完了。水深チェック。60g のジグで15メートルぐらい。あ、なんか食った。あれ、根がかった。いや、根に潜られたな。ほらほら、引いてる。あ、出た。やべえ、なんか一撃でかかった。水深チェックしてたらなんか来たわ。結構でかいんだけどこれ。何こいつ。嘘やん。何これ。ちょっと待ってよ。慎重にな。バレるなよ。そこそこ浮いたと思うな、これで。よいしょ。多分入るかな。さすがに入るよな。よし。なんだろう。お、リーダー来たぞ。おお、嘘やん。クエじゃん。クエだ。やば。マジで一頭でクエ釣れたんだけど。やば。うっそ。やっべ。でけえ。ジグ一頭でクエ。マジかよ。うっそ。夜にぶっ込みで狙おうと思ってたんだけど、これはやばい。これはやばいな。どうしよう。これやばい。うっそ。絶対バレないとこかかってるし。うわ、初めてクエ見た。かっこよ。夕間詰めでもなんでもねえぞこれ。今何時？ 2 時ぐらいじゃない？ 3時か。
生地旗と同じやり方にするか。ちょっと封じ込めるか、この中に。息やばいねこれ。マジで言ってますかあんた。クエかよ。いやー、一生に一回でもいいから釣りてえなって思ってたんだけど、ルアーで釣れるとは思わなかったな。針が外れたんで、こっからが要注意で。よし、重い。多分2、3キロあるなこれ。後で測ろう。ちょっとすいませんクエさん、絶対に逃がしたくないんで入っててください。脳締めもやろうと思ったけど、脳締めしてる間になんか逃げそうで、暴れて逃げそうで怖かった。水深測ろうと思って落としたらこいつがいたか。いやもう正直終わってもいいレベルだけど、まだ釣り始めて4頭ぐらいしかしてないからね。マジかよ、息マジかよ。15メートルぐらいかなって言おうと思ってたんだ。うるせえな俺。それうるさくてもいいでしょこんなん。もうちょっと岸寄りに戻ってクエ狙うかこれ。やべえ、釣り楽しい。人生初クエだ。根でもあったかなさっきのところに。だいぶ時間に余裕があるからエギングのリベンジ行くか、昨日の場所に。最高でしょこんな釣果は。まだ3時台っていうね。釣りの時間が正味4、50分ぐらいしかやってないな。クエ釣れるまでは多分3、4分だったな。タイミングが良かったんだろうな。土管町から潮の動き出したところ、タイミングだったから。ちょうど俺が出港した時よりもだいぶ砂浜が狭まってるし。かっこいいなあんた。かっこいい。ありがとな。よし、しまった。全然3キロねえわ。このなんだ、フィッシュグリップ入れて 2.73 キロ。フィッシュグリップが 0.14 だから 2.6 キロ。2.6 キロですね、あなた。おお、ちょうど空気読んでくれて、クーラーボックスにぴったりサイズですね。で、こいつはなんかね、熟成させて、しっかり熟成させて食べたら最高らしいんで、師匠にやり方を聞いたり、ネットで調べて、最高の状態でいただきたい。
こで飯を食ってしまう。どんぐらいかな、 0.5 度でいいな。イカにリベンジしに行きたい。早炊きで。よいしょ。クエが入荷したんだけど、対馬で釣ったキジハタがまだいるんで煮付けにしよう。あとナス、これだこれ。キジハタ。これがヒラマサのカマでしょ。キジハタのアラ。水と酒に昆布を入れ30分ほど浸す。そんな時間ないです。で250。対馬の酒です。今壱岐にいるんだけど、壱岐といえば横山50が壱岐の酒あるから後で買いに行こう。昆布もこの前買ったやつで、キジハタの臭みはもうないんで、臭み取りとかもいらないです。大さじこれで2ぐらい、これ3ぐらい。砂糖の代わりに蜂蜜。砂糖どんぐらいって書いてある。火にかけてキジハタを入れて、アクが出てきたら取る。ひっくり返してるしね。やべえ、入りきらないんですけど、これ弱めの中火って何？ああ、キングシート落とし蓋。もうええでしょ、これは。大葉を添えて彩りを。たらーん。あったった。今日の夕飯はイカの刺身とキジハタ煮付け、白米。やっぱイカはうまいね。初めてちゃんと煮付け作ってみた。まず汁でしょ。イメージ通りの薄味になった。最強の出汁出てるわ。いやー、やっぱ薄味がいいね。煮付けうまっ。皮がすごいんだよね。これがキジハタの出汁か。やっぱ根魚って日に日にうまくなってる気がするな。もう食材に全く困らないわ、今回の旅は。手のひらサイズぐらいのイカが餌用に取ってあったんだけど、それで夜にクエ狙おうかなって思ってたんだけど、それをやる前にルアーで釣れてしまった。嬉しいことに。まあでも一応せっかくだから明日の夜そのイカを使ってクエ狙ってみたい。潮止まりの前後がいいらしいから、そのタイミング狙って夜釣りしよっかな。あとは全部イカ丼。風呂がな、風呂入るタイミング逃したな。したことあるんだよな。いいね、今日は月がちょっと出てる。ほんで満月の大潮ってことで、昨日やった岸壁はね、もう人がいっぱいだったね。ちょっとそこの先端で投げてるのか、先端かと思ったら全然先端じゃなくて、うわ、こんなよっしゃ、慎重にこいつは絶対取るぞ。生しいたけさんから教えてもらって、人差し指をリールの糸に当てといて感触を確かめてたら、当たりが明確に分かりますよって言われて、うおー、結構でかいかも。うおー、
ケツ側から入れないといけないんだよね。よっしゃ、イカゲット。わお、でかい。よっしゃ、昨日のリベンジ果たした。めっちゃでけえわこいつ。最高じゃんこいつ。幸先いいね。3頭ぐらい、2頭ぐらいで釣れたね。感触がね、分かった。よし、しまった。でかっ。ちょっと当たりあるな。お、来た。しゃ、そんなでかくないけど絶対バラしたくないから確実にすくう。2杯目ゲット。そんなでかくないね。ワンチャンクエ釣りの餌だな。こいつも抱いてるだけでカンナにかかってないね。抜き上げようとしたら失敗するやつだなこれ。しまった。投入できるようになった感があるな。また当たり分かった。抱いてるね。カンナにかかってるこいつ。どんどんサイズダウンしてるけど。イカ3杯で終了。なんかね、昨日やってたところの周りめっちゃ炭跡増えてたからね、他の人たちもかなり釣れてたと思う。今日効率生かして帰ろう。欲を言えばもっと釣りたかったけど、串山キャンプ場に戻って寝て、起きれるか分かんないけど明日5時からリバプール対レアルがあるから、それは見たいな。上やん。この辺にするか。風向きどうだろう。いやーよかった今日は。ちょっとねすぐ寝ようと思ったけどやっぱり飲みたくなっちゃった。最高の日でした。ちゃんと耳栓して寝よう。調子もいいですよね。ゲームには入ってくるのかなって選手の表情を見るとそうですね。現在中盤がフラーフェンベルクとマクアリスター、トップ下ソボスライ。今日は勝ってくれ。リバプールの CL 優勝見たいわ。いやー、まあ俺が審判だったらこれはノーハンドだな。きたーマクアリスタヘディングゴールかっけえ。シャビアロンソカーで勝ったー。久しぶりにリバプールの勝利見たな。
山口温泉って公衆浴場、ゼニーデが置いてあるだけなんだ。お邪魔します。なんかキッチンがある。こういう脱衣所と風呂がつながってんだ。面白い。ナトリウム塩化物強塩温泉。ドライヤーないと思ったらある。駐車場の端っこが絶景だから、そこで待機させてもらう。このビューは最高だね。コインランドリーなんだけど。あ、予約お願いします。唐津の便で12時50分。他はありますか？じゃあ18時45分ので行きたいんですけど、片道で車1台と、すごいバッチリ乾いた。いいね、岩礁帯。一昨日あそこ見たけど、あそこもいいんだけどね、風が吹きさらすと結構怖いんで。鳥肌立つぐらい気色悪くてもう逃げようかなと思ってその時は何狙ってたんですか？いやあそこでね笛狙っとったんよ。おお、ここまで入ってくるんですか？こう追い風こんなこの中一面へえ。びっくりするからへえ。涙ってバタ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 ってクエ釣れますように。ちょっとクエとイカをさばかな。これが天然のまな板だわ。なんか内臓のこの部分とかなんかうまそうだから、そのまま取っとこう。せせりみたいだねこれ。絶対うまいじゃんこの部分。腰が痛い。これですよ。これとこれ
ヒラマサの辛み。油がもうギトギトに回ってるから絶対うまいんじゃないこれ。そしてヒラマサの釜。この血のところとかもちょっとそいでやったらいいんじゃん。もちろん塩焼きでしょこんなん。ここにリアハッチができてこうなってたら完全に軒下だね。うわー、この辺油がもう湧いてきてる。これやばい。大変なことになった。3時ぐらいから釣り行こうと思ってたけど無理だわ。ビール飲みたくなってきた。対馬の酒で対馬のヒラマサをいただきます。マサ乾杯。これ酒なしとか無理でしょ。ナスが焼かれる余地全くなかったからナス焼いといて。すごい肉の量。うまっ。もう一個の釜は、塩につけた状態だけどクーラーにもう一回。あとハラミを食べよう。うんめ。油めっちゃ出てくる。6時間ぐらい爆睡した。どこ行こうかな。悩ましい。
クエ釣れた。よっしゃ、イカで釣れた。イカの足でやばい。これすごいね。しかもこのイカまだ再利用できるじゃん。やば、マジで言ってるこれ。すごすぎんだが。いやかっこいいね。やば、ぶっ込みハマるかもこれ。ぶっ込んですぐだよ。ぶっ込んですぐ。一回当たりがあったの逃して。でか、しかも昨日のと同じぐらいだもん。マジですごすぎる。かっこよ、めっちゃかっこいい。マジか。あんま時間とか関係ないし、今潮はめっちゃ動いてる時間だけど、結構なんかこの道糸側もガジガジになってるね。これ最初から付け替えた方がいいね、全部。くそ、頑張って釣ったイカがどんどんなくなっていく。こんなんでいいのか。もうちょっとハリスを短めてみようか。2.6 キロ。血抜き後だからまあ同じぐらいか、ほぼ血抜き後だけど。かっこいいな。しかしとんでもない口。こんなかっこいい魚いないわ。すんげえ歯。ありがたくいただきます。いや、まあ実家に送る。いや、今回の旅は最高。いや、マジでこのクーラーボックス買ってよかった。排水とか便利だし、氷の持ちが全然違う。一旦100円を入れて、こうして。お疲れ様でした。一回ばらしてそれっきりだったから、その後でもかなり粘ったんだけど一切反応がなくてくじきました。もう2時前。3時間ぐらい仮眠して、もう一回朝やってみようか。だいぶやるか。
操縦したとここ下のフック開けっぱにした状態で車に積んじゃってて、クーラーボックスからこう水が前に垂れてってびちょびちょになっちゃった。まだこの辺結構湿ってると思う。最高じゃんこれ。何こここはね、爆速インターネットからちょうど温泉入るついでに動画をアップします。確か9時からやってるはずなんだけど、やってるよ。素晴らしい。440 1日フリーパス。駅最終日はめっちゃいい天気や。今日は山本さんとランチをご一緒することになって、ちょうど今11時過ぎで11時半に待ち合わせてるんで、トトロ合ってるよな。駅は外国人の観光客が全然いない。観光地にあんま行ってないからかもしれんけど、当該からの釣り人は結構いっぱいいる。帰りのフェリーはインド寺から乗る予定。九州本土へのフェリーって博多行きと唐津行きがあるんだけど、唐津行きの方がちょっと安いんだ。安いし本数も多いんだよ。ただ朝と昼の便は全部満席だったんで、夕方の6時半ぐらいの便予約してます。まあ昼食べた後ちょっと時間あるんで、昨日釣ったクエをさばくのと、絶対に買って帰りたいお酒があるんで、壱岐の日本酒の酒造に行ってみます。腹減ったー。トトロファミリーレスト。腹ペコやん。カラオケできるんですよ。歌うよ。いただきます。なんかね、サラダは一杯だけ取っていいらしいね。あれ、しかもこれチーズもつけてくれてるんですよ。昨日野菜全く食べれなかったから助かった。ああ、イオンがあるんだ、あそこに。ここフェリー発着するんだね。はいはい。そこのしげちゃんっていうとこ。駅牛うまそう。これ焼肉もやってるんですか？これ焼肉だ。焼肉屋か。ああ。これがものすごい置いとった。へえ。お客さんが飯島覚えとき。壱岐高校甲子園出てるんだ。すごいね。山本さんの車でお買い物。壱岐スチロール。なんと506円。安い、めっちゃ安いっすよ。店で買ったら1000円はしますね、あれ。半端ねえ。すげえ、これすごすぎる。さすが漁師の島ですね。発泡スチロールゲット。今朝も赤が増すと青とあれするまで値段のセットでさ、青はそれでもう配るとかホストでもう疲れち赤はこんなにしよう。港の中で船がぐるぐる見ました、港の中に2隻あって、2隻って横で人がこのカマス釣ってて、アクション15杯回ったらですね、15杯のとこだったらやっぱ万肉があって、こんな感じだったらもうもう中に着いたらなんだする。船でやられてるんですか？私は船。ああ、漁師だけ。今ほら、イオンの魚屋さん見てきたやん。あのカマスタ。
はいはいはい漁師さんが釣り具屋さんに何かあるんですか？釣り具屋さんにあるよ。仕掛け替え韓国だ。韓国から。クエの梱包完了。クール便でここに売ってるらしい。営業中から入る。あ、横山50って書いてある。なんか暗くないですか？あ、山直みたいな。おー、すごい。これ素晴らしいわ。横山専用のこの生酒の冷蔵庫が。後部デッキの方に喫煙場所を設けておりますので、そちらの方をご利用ください。めっちゃ酔った。酔ったー。唐津に着いて、から海子の実家熊本に向かいます。熊本の後はもうちょっと九州を楽しむか。 4,5 日あるんだけど、関東に戻りながら旅をするのか、九州で旅をしてから一気に帰るか。内臓ここエリア。内臓イカの一部食えばアラだけだ。身は別でね食えばね。ウニ。やっば。ほんならごちそういただこうか。そのうちに行ったもする。九十ってこっから大分県なんだ。安くて良さそうな温泉があったから、とりあえずそこに寄ってから大分に10日間ぐらい対馬と壱岐で過ごして、その後熊本の海子の実家に4泊ぐらいしてたのかな。でちょっと今から関東に戻りつつ釣りをしながら何日かかけて行きたいと思ってます。行けてるー。超いい感じ。パルクラブ温泉館、マジで380円だ。左が男湯。およそ800メートル先、下津終戦
トイレがあって無料のキャンプ場っていうことになっている。水道もね素晴らしいです。ここのシャワーは、撤去されていて電気はつかない。前来た時はこの下の浜で夜中にアジを釣ってる人たちがずらっと並んでた。で俺はあっちの港で確かアオリイカを2杯ぐらい釣った。大分乾杯お疲れ様です。こっちに窓があったら絶景が見えるんだけど、あれ窓一応あるか。開けたら寒いんだよね。あら最高ですね。風が強いな。この岩と森が風を遮ってくれて比較的穏やかに過ごせそう。釣りもしようと思ってるっていうか釣りをしたいんだけど、今日はなんかねアジとか釣りたいっすね。であとはもちろんイカ。今熊本から大分に移動してきて、今のところのイメージだと明日まあこの辺で釣りして、明後日かそんぐらいに佐賀関から愛媛にフェリーで渡って、そっからちょっと四国をちょっと回って徳島から東京に行くフェリーはもう11月16日にフェリー取ってあるんで、そこでもう東京千葉に帰ります。今日が10日だから今日入れたら10、11、12、13、14 7日間もある目玉ももちろんいただくし、この肝の部分でいい味が出ると思う。肝入り爆盛りイカゲソ焼きそば。やばいのできちゃった。うますぎだろこれ。肝のトロトロにこう絡めると、うわあーうまっ。肝の味する。史上最高の焼きそば。海子の実家にいっぱい生えてるみかん。首 GoPro はやっと復活した。海子が家から九州まで持ってきてくれた。大潮の後の中潮かな。さっき夕飯食べてるぐらいが干潮で、今明け半ばで満潮ぐらいまでイカ釣りたいな。イカの魅力はすごいっすよ。首掛け GoPro があると撮影がはかどりまくるな。向こうの堤防は人がおるね。明るい。よいしょ。人差し指で当たりを取ると、墨跡が古いのばっかりだな。ああ、魚今当たりあったけど魚っぽいね。あれ根がかりよかった。海藻か。おいちょっと
しょ。あれ、あ、入った入った入ったけど、なんか網に引っかかってる。よっしゃー。うわ、イカゲッチェ。大分のイカゲット、まあまあいいサイズ。同調で17センチぐらいか。20はないね。終了。潮止まりまでやったけど、あの1匹以来一切当たりなし。イカちゃんに感謝です。大塚1匹かは大違いだからね。貴重な食料ありがとうございます。9時半。Sends it out for a very, very early corner for the home side. So the first corner of theむずいな、エビは。このフローティングミノでもいいな。あー、テトラのとこ浅いな。こういう浅いところだとやっぱウクルアいいな。水の綺麗さが異常。ミランナ。マグロの養殖やってるらしいね。この沖に養殖のイカダがあって、ニッスイの工場がそこにあって、マグロ取ってんのかな。あれマグロ入れる箱だろうね。目的地は右側です。お疲れ様でした。ライフルは Wi-Fi 結構安定してるイメージあるけどな。なんか AZ と提携してそうな雰囲気。誰もおらんや。かなり早い。
日帰り入浴もできる温泉宿、薬師の湯。なんか温泉の上に大仏があるらしい。長寿延命大仏様。宇宙の中心から無限のエネルギーとパワーが出ており、宇宙にあそこの階段登って手に触れさせてもらうと宇宙と交信できるってことだ。願掛け用紙に書いて、大仏の右手まで行って右の手のひらに当てて願い事を3回唱える。これでいこう。コンクリから岩から切り出されてんのこれ、もしかして。お魚たくさん釣れますように、お魚たくさん釣れますように、お魚たくさん釣れますように、家族友人が健康でありますように、家族友人が健康でありますように。もう絶景やん。おつーコンプリート。タオルはここで、お風呂グッズはここに S 字服で。よいしょ。この旅最高の温泉だった。トロットロで皮膚にまとわりつくような泉質。露天風呂も最高。そしてなんといっても大仏様がいるからね、ここには。宇宙と交信してきましたよ。今日は今から佐賀関に行ってフェリーで愛媛に渡ります。国道94フェリー。今日ちょっと予約が多いのでキャンセル待ちになります。あ、わかりました。車検証持って手続きしてください。車4番にお願いします。はい。国道フェリー。なんと乗れるって。滑り込みセーフ。どうしよっかな。ちょっと作戦会議。今日は三机っていうところに行ってイカかアジを釣りたい。釣り人かな。アジかなんか釣りたいな。大分側だと関アジ、関サバ。こっち側だと、愛媛側だと瀬戸アジっていうらしい。腹も減ったけど、ちょっと夕飯を後回しにして先に釣りをして後で夕飯をゆっくりいただこうかしら。よいしょ。釣れてるやん。みんな堤防の真ん中ら辺でやってるんだ。じゃあ俺はその近くでやろう。釣れてるやん、アジ。ダイソーのジグサビキで軽いジグがあった。でアジがいるってことは青物もいるのかな。水深結構ある。めっちゃ深いな、ここ。釣れとるやん。ちっちゃいアジがいっぱい釣れとる。棚どんぐらいだろう。墨跡はあんまりない。エイが泳いでる。2匹いる。この前の方にもできる。
エイのカッポーかな。なんか青物かかりそうだな、これやってたら。お、食った。なんか食ったぞ。食ったなんか釣れてる。アジ来たー。ちっちゃいな、これ。どうしよう、これ。泳がせにちょうどいいサイズだよね。ジグに食ってるし。マジかよ。夜こいつを泳がせたら面白いことになりそうだ。本命。普通サビキに食うだろ。なんでジグ食ってきた？あれ？ポールが途中で止まったんだ。今の当たり何だった？ちょっとでかかったよ。ちょっと今微妙にでかかった。いいね、反応あるの最高。お、食ったお、いいね。これ多分小アジだね。またよっしゃ来い小アジまたジグに食ってる。ちょっとさっきより太った。かわいいな。なんでジグ人気なの？サビキ食えよ、サビキ。南蛮漬け味だね、これ。南蛮漬けはできなくもないね、油があれば。油買えば。あ、また食った。やべえ、入れ食いだ。堤防船体今回遊してるね。お、これ2匹ぐらいかかったかな。あ、サビキ肉食った。やったじゃん。南蛮漬けもよし、泳がせの餌にもよし。いいね。これ泳がせたら面白いことになりそうだね。あ、また食ったんじゃねこれ。ほら、フォール食い落ちパク。これブランド味、瀬戸味でしょ。瀬戸味の落ちパクだよね、これ。ちょっとでかくなってね。やば。フォールが止まったらわかんないけど。あ、また食ってる。あ、またフォールさせるか。あ、エイに触れてた。エイ多くねっていうか、アジを泳がせたらエイ釣れそうだな。やばい。あ、止まった。来たー。これちょっとでかいか2匹かどっちかだ。落ちんな。あ、すれがかりだった。アジ何匹いる？5匹だね。小アジが5匹釣れました。ちっちゃいけど念願のアジが釣れたんで乾杯。イカもね、付け根あたりの外側で釣ってる人いたな。まずは昨日釣ったイカを処理せなあかんで、海子の実家で身以外全てをクエ鍋で4人でいただいたんだけど、もう最高にうまくって、半身の半身を今ここに持ってきてて、4分の3は海子が持って帰ったんで、俺はその4分の1身を食べます。イカが完成。もうちょっと赤みがあるんだ。これ絶対うまいや。ちょっと味見。うお、すげえ。これがクエか。やばいね。クエとイカのコラボ。クエ鍋はなんかな、だしの素とか使わないでやりたいな。身だからな、あんまり出ないかな。この大きさで4人でクエ鍋でアラだけでちょうどよかったから。でかいクエだったらクエ鍋何回でもできちゃう。クエの皮入れてみよう。クエのヒレでこれで熱燗やろうと思ってたけど、やっぱやめて、もうこれもだし要因にしちゃおう。コラーゲンっぽいの詰まってるから。これすごいじゃん。いや、なんか骨がねえなって思って、出汁取れねえなって思ってたけど、これで取れるやん。なんならこの皮とかさ、湯通しした状態でめっちゃうまいんじゃない？これ醤油につけてさ、食ったらさ、醤油を垂らして、醤油ちょい漬けで。
うめえ。やべ、つけすぎた。うめえ。をちょこっと入れるか。ちょろっとでいいやね。で、蒸発して濃縮されていくから、皮付きの実を投入して、小松菜とかも、クエ鍋第1号いただきます。このクエの実は極上だわ。これすげえわ。もっちりして皮のところもプルップルで最高やな。これアラで取った出汁に比べたら雲泥の差ではあるけど、うっすらクエの出汁は出てる。でもこれぐらいの薄味でちょうどいいわ。醤油とか入れすぎたら醤油の味になっちゃうからね。ここで溶く。だからクエがちょっと残ってる。最高の締めができた。いただきます。爆うまやんこれ。クエ雑炊最高です。だしに使った昆布を醤油漬けにして最強ご飯のお供になる。横山50。うまい。これがやりたかったんですよ。壱岐のクエ、大分のイカ、壱岐の酒。乾杯。五島の上島のサンさんっていうレストランで出してるお酒飲んでみたらめちゃくちゃうまくって、それで知ったんだけど、それで壱岐に行って買ってきたクエの刺身いただきまーす。ちょん。おー、クエの味がする。壱岐のクエと壱岐の酒で贅沢すぎるわこれ。昨日釣ったイカめっちゃ柔らけえ。これはもう最高ですよ。釣り人のやりたいこと全部大体ここに詰まってる気が。まさかクエを釣り上げる日が人生で訪れるなんて想像もしてなかった。でそれを刺身で食べるってのはまた噛めば噛むほど旨味がじわじわ出てくる。実際に自分の舌で味わって初めてその凄さがわかるクエ。ずっとホロがバコバコいってるから水面が断片的になってる。釣りどうしようかな。こんな風強い中で釣りしたら消耗しちゃうな。恐れていた事態。めっちゃ干上がった。内臓を出してこのアジたちはありがたく後でいただきます。潮引くのはね想定してたんだけど、その分ロープをめっちゃ長めに出しといたんだけど、それがあんまり意味なかったね。クーラーの中は結構寂しくって、一昨日釣ったイカと今のアジでしょ。魚いる。なんだろう。アジではないか。スズメダイ的なやつだ。よい
もうちょっとカリってなってんじゃん。あるかも。ふにゃふにゃの状態からちょっとパリッとなるから。何年か前に燃えちゃって、前回海子と来た時は仮の建物でやってたんだよ。めっちゃ爆池になってる。上ソーラーパネルだね。ウェルカメ。山直みたいにみかんジュース売ってるやん。700円。食堂みたいのもある。爆池施設に売ってるね。こういう爆池だね。最高だったな。バンカンが確かうまいんだよな。グレープフルーツみたいで。お土産ゲット。ガソリン満タン。空気圧もバッチリ。空気結構抜けてたね。そこにスーパーがあるからスーパーで買い物して、今の時間から風が弱まるんで午後ボート釣りをする場所に行く。ムーンビーチってところ存在は知ってたけど行くのは初めてでめっちゃ楽しみ。無料のキャンプ場らしいんだ。わ、営業中になってる。お料理広瀬さん。あ、すでにいい香り。一人でいる。いただきます。最高でした。なんかお弁当も人気っぽくて、地元の人たちはみんなお弁当を買って帰ってたね。チヌが泳いどる。切り替えてエンド使えるなんてさすがっす。ジローちゃん動かさない。ビーチはこれカヤックっぽい車がいるね。ここ目的地は右側です。お疲れ様でした。おお、いいね。あっちの端っこ行こう。あの堤防釣りじゃなくて工事か。人が入ってんの。うわ、最高じゃんこれ。なんとウォシュレット付き。水道は出ません。キャンプ場の設備としては
期間外は使えない。もうふわふわ、めっちゃ美味しいこれ。このフェリー1時間に1本ぐらいあるから気をつけないといけないですね。リーダー結ばないとな。50ポンドで、リーダーは1ヒロちょいぐらい取ってるか。そんな長くてもあれだしな。レギングロッドだけ持ってこう。何が釣れるかな。ブリとか釣りたいけど、大本命はブリ、そしてデカアジ。ガソリン結構まだ入ってる。燃費が良すぎて一回も海上で給油したことない。まだ釣りが一番短時間ってのもあるけど、若干風入ってるな。まあ大丈夫でしょう。パドルで戻れる範囲内で釣りをします。魚が釣れた時用の入れるやつ持っとかないと。万が一魚釣れちゃった時用の袋的なやつを、残念ながら。今満潮から下げに入るとこ、2時50分。せいあ、浮いたよし、浮いた。出港。愛媛で出港。ほら、どうしたん。やば、急にエンジン止まった。怖いな、今の止まり方。さっき勝手にチルトアップしたのどういうことなの。一旦この辺で軽いジグさびきを。下はね見えません。深いよ、そこそこ。スーパーライトタックル、エギング用のタックル。カヤックの人たち釣れてるかな。やっぱ岬の先端の方にあれがいるね、鳥が。ジグさびきで手堅くデカアジでも釣りたいところだけど、
ちょっとエンジンのいきなりさっき止まったのちょっと怖いけど、測り普通にいいよな。ちょっと浅い。波の感じを見るにちょっと浅くなってるかもな。激浅だね。対岸行ってみるか。ちょっと遠いかな。これダメだ。ちょっとこの辺事故としてる。結構流されそうだね。こっちに流されるんだ。深くね。40ぐらいも無理だよ。深さついた。深いな。深いわ。お、来た。なんだ。よっしゃ。着底直後。エソかな。やばい、エソかも。あ、バレた。あ、バレてない。あれ？結構でかかったね、今のね。着底着。エソかタイだったろうな、今の。いいね、反応あったね。お、また食った。今度こそ多分同じやつじゃねこれ。同じやつ食ってきただろう。なんだこれ、巻き上げ時間かかる。よっしゃ、今度はバレんだよ。なんだろうな。いや、エソじゃないよ。エソだったらもっと。これなんだ。巻きたてのリーダーで。お、タイじゃねえこれ。ほら、絶対タイだよ。タイ来たよ。よっしゃ。バレんな。おお、いいタイじゃん。よし。深場でタイゲット。やったね。うわ、めっちゃ綺麗。愛媛第1号タイ。やったぜ。40ちょいぐらい。しまった。もしかしてタイうじゃうじゃいる。こここれはバレようがない。あ、そっちね。バレようのないかかり方してた。この辺に置いとこう。オッケー。ここまで来れば大丈夫だろう。いや、タイ嬉しい。最高だわ。深いな、ここも。このまま流されると航路入っちゃうから。いや、もうタイ釣れたから帰ってもいいレベルなんだけど、もう一匹ぐらいなんか釣れねえかな。デカアジとか。デカアジいねえか。風強ない？ちょっと予報と違うわ。予報だと風がない予報だったからな。さっきタイっつったのこの辺じゃなかったっけ？
おっと、よし、これ青物だろ。よし、来た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 。おい、これはね青物でしょ。これ絶対青物。シェイ、来たんじゃねえこれ。絶対これ青物。ワラサぐらいある。ワラサもないかな、稲田ぐらいかな。あれあれ、バレた？あ、上に泳いできてる。あれ、ちょっと待って、あ、上に泳いできてた。稲田か、稲田だね。あ、やべ、若しのすれがかりだった。いやでも青物は青物だよ。すれがかりか。稲田ぐらいあるかな、ギリ。あ、40はあるね。ギリ稲田だね。いただきます、ありがたく。いやでも青物嬉しい。瀬戸内2匹目稲田。よしよっかな。念願の青物ですよ。おれ前の方に置いとくだけっていう。保冷バッグとかちょうどいいかもな。水温高いもん。もう11月なのにまだこんな水温高いのすごすぎだろ。そろそろ夕間詰めだもんな。何も考えないでジグしゃくのもたまには試しに。うん、当たった。もう一回落とす。なんだろう、食ったよし、なんだ、あ、根魚かな。根魚、あ、タイかな。食ったポールが当たって乗らずにその後落とした時にね、あれなんだよ。あ、エソか。ポールが止まったんだよ。あ、巨大エソだった。あ、巨大エソか。ちょっとこれお持ち帰りするか。いいエソだ。いいエソです。ああ、外れんなよ。すごい首振りだな、マジで。逃げられないぜ、このフィッシュグリップからは。うわー、やめろ。このエソ締められるかな。戻ろう、暗くなってきた。あ、で、よし。どうしよっかな、船どこまで上げるか。いや、多分流されたら最悪だから、上の方まで上げた方がいいよな。本日の釣果素晴らしいんじゃない。
よいしょ。うわあ、もう5時前なんだ。結構やったな。1時間半ぐらいはやったな。網は屋根。魚の下処理だけしとくか。アジーさんじゃないですか。こちらはイカさんの結構な体積だなこいつ。場所が固まってる。氷をこうすればよし。でもって2馬力サップの、数少ないデメリットの一つでケツが濡れるってのがあるんで着替えないとこれどうしようもねえんだよ。でサップだからね。サップってケツ濡れるからね。ケツじゃねえや、お尻が濡れますんで。2馬力ボートだったらケツ濡れずにお尻が濡れずに済むけど、サップは水登ってくるんだ。がっつりパンツの中まで濡れてるから。ただウェーダーだと万が一に波かぶった時に中に水が入ってそのまま溺れちゃうっていうのがあるから、やっぱりウェーダーよりウェットの方がいいな。今5時半。今日水曜だよな。シフォンケーキ美味しい。昨日釣ったアジの南蛮漬けを食べたいので今から作ります。これやな。南蛮漬けの玉ねぎは爆うまだから。爆うまです。アジの南蛮漬け。壱岐のスーパーには無洗米がなかった。キャンプ場の水道も使えないけど、これがあればなんとかなる。キャンプ場なんでガス OK のはずです。今日もこれをまだいっぱいあるんで飲みすぎないようにしよう。明日朝釣りだから。愛媛乾杯。あさっての船で帰るからどんだけ釣ってもいいんですよ。家に持って帰れるから。油使いすぎた後の処理も大変だし、油固めるやつも買い忘れた。明日は早朝は若干風があるけど7時8時ぐらいになるともう風が完全に収まって、もう結構温度高まってるな。第一陣ゴー。いいね。うわやめろ。やばい。アップマジか。温度が高いってことかな。やばい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 。嘘やん。これ結構じっくり揚げよう。骨まで食べたいから。ちょっとあれだな。袋開けよう。火を投入して。だいたい1匹あたり1回は暴発するな。これはキャンプだと外でやるべきものだな。車の中でやるもんじゃねえわ。エブリィとかでやったらもう大変なこと、大惨事だよな。よし、完了。絶対うまいわこれ。超高級ブランド味。これだけで大丈夫なのかな。めっちゃ油ギットギトになってんだけど、結構ミスった気がするなこれ。やり方。油跳ね防止のアルミとかやるべきだったねこれ。
ばい。熱いうちに小味と野菜を絡ませて漬け込むの。やばいやばい。味を中にぶち込んで、酢を 100ml、 結構多めだね。こいつ 500ml、 5分の1ぐらい入れる。醤油大さじ2、こんなもんか。砂糖大さじ3、結構甘みつけんだ。水大さじ2、まだアジあったかいから大丈夫でしょ。すげえのできるわこれ。下の方にいるアジとイエーイ。いただきます。アジ丼、頭いけるかな。うわ、もう頭丸ごといける。骨もいけるなこれ。うまい、すごいぞこれ。骨もいける。これだけで飯10杯ぐらいいけるか。作戦通り丸ごと食える。最高。野菜を追加できたので食べてる途中だけど、これ忘れないうちにほぼ野菜になってるの。野菜の南蛮漬けだけでもうまいんだよね。1日経つとこれしなしなになって極上の野菜になるから、これ冷蔵庫に入れとくと。動画チェック中。もう10時前になったんで、電気毛布は一応つけとこうか。10月の終わりぐらいに家を出たのに、もう11月の半ばに差し掛かっておりますすでに入ってた弱で、ここに寝袋引っ掛けての我ながらいいアイディアだと思う。寝袋ってかさばるからね。あれ何の船だろう。釣りかな。人がいっぱい乗ってるように見えるけど、あ、漁師さんだ。網だあれ。雨のおかげで
船放置してるだけで現れるっていうのいいね。昨日の反省を踏まえてダウンのズボンは脱いで、このパツパツの上にビチャビチャっすね。俺松の下は松の下じゃなくてカゴがあったから脱げてね。500ml ぐらいかな、これでも。対馬と壱岐で使った時も一回も給油しないで全部やってたからな。すごい燃費いいな。めっちゃ引いてる。昨日海岸線ここまでだったんだけど、ここがなんかガバガバなんだよね。あ、緩んでたのか、ここは。今日はもうこの竿一本でいこう。雨もね、防寒具着てるね、意外と気にならないですよ。うわ、昨日よりだいぶ穏やかだよ、これ。やったんじゃないの、これ。お、食った。なんか食った。多分エソではない。あ、バレたー。あれ、切られた？やば。糸切られてんじゃねこれ。エソが絡みまくって切られたか。強くね？うわ、ダイソーワーム失った。もう8時は過ぎた。潮止まりがそろそろ終わるかな。逃がした魚すべてエソってことにするんで。ほら来い。9時ぐらいまでは粘ろう。お、食ったぞー。食ったエソかな。うわー、これエソだよ。絶対エソだよ、これ。絶対エソじゃん、これ。どうしよう。リリースだな、これ。あなたはエソなので、もう見える前からリリースが確定してます。引かないんだもんね。無反応で上がってる。ほら、両型のエソだね。やめてくれ、やめてくれ。あわよくばそのまま外れてくれ。掴んだ。こちらもエソの海ですか、今日は。今日は朝飯はパンだな。パンとトマトだな、今日の朝飯は。今日は昼前から風が吹いてくるから、もう9時には上がりたいな。10時ぐらいはもうちょっと怪しい。午後はかなり強い。エソが食ってんのよ。エソがルアーに食らいついたままなんか停止してんの今の。なんか釣れる気がしないな。最後は反対側行って、ちょっとお腹空いてきたな。しかしお、食った。お、なんだ。これエソじゃないかもしれない。あれ、
あ、エソだわ。両型のエソだなこれ。おー、あれエソそんな走る？両型のエソだった。ここ両型のエソ多すぎじゃない？釣れるエソ全部でかいんだけど。ほっ、マジでエソしか釣れん。エソの大群でも住んでんのかな。じゃあみんなリリースするからエソだけ減らないのかな。エソキープする人なんて俺ぐらいだもん。結構流されるの風で。そこ丸見え。帰ろう。無念の坊主です。いや、エソが3匹ぐらい釣れたから坊主ではない。持ち帰りなし。お疲れ様です。無事に帰ってこれました。マジで片手で持てる。昨日の揚げ物の匂いが。今日の目的地決めた。施設内にコインランドリーが1個だけあって、日帰り入浴の利用者でも空いてれば使えるらしいんで、ここで洗濯しながら風呂に入れればベスト。昼飯もここのレストランで食べちゃう。当時のランチタイムやってんのか。エビが乗ってんのいいね。味噌汁は白い。満足。これ。
ーボだ。八幡浜、それだ、来たことあんな、このコインランドリー。ついに洗濯ができる。すごい傾斜のところにみかん畑と家が並んでる。全てが整ったんで、香川のあれなんて言うんだっけな、瀬戸大橋の途中に吉間っていうパーキングエリアがあって、釣り車中泊をしようと思って行ってみます。ちょっとだけやったことあるけど釣れたことはないんだよな。いいですね。お父さんからですね。はいはいはい。聞いてたんだよね。瀬戸大橋。吉間 PA の出口を出ます。第二駐車場。イエス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 。カオスだ。カオス。いいね、ここでやろう。とりあえずエギを一投投げてから考えるか。チェイスなし。ちょっとジグも用意しとこう。青物いねえかな。水深チェックも兼ねて。深すぎだろ。あの島と島の間ちょっと気になるな。いろいろ欄干できんのもいいよな。この島と島の間とかちょっと面白いじゃん。明らかにこれどう見ても潮流れてるもんね。ここ絶対いいじゃん。何これ。エギングが良さそうだけど、とりあえず一投だけジグ投げたい。しっかり墨跡もある。お、深い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 。ついた。雰囲気しかないんですけど、雰囲気しかなかったらダメだけど、雰囲気がすごいあるんですけど、なんか気のせいか、ポールがやたら遅く感じる。流されてる。あ、ついた。めっちゃ流れあるの。夜怖いな。暗くなってから釣りしてたけど、せっかく頑張ってきたのに全然だな。苦手な瀬戸内海でなんとか釣りたいところだったけど、なんか油の匂いする。いやー、ダメでした。車内温度16度に下がってるね。運転席の窓見たら結構凍ってるよね。結構寒いけどね、電気毛布があれば
全然大丈夫ってことが分かった。素晴らしいわ。サブバッテリーも結局移動して満タン使って20% ぐらい減る、移動して満タンをひたすら繰り返してました。めっちゃ結露してる。最後うどん食って帰ろう。およそ150メートル先、左方向です。目的地に到着しました。多田製麺、お疲れ様でした。すごい、めっちゃ湯気出てる。もうすでに雰囲気が抜群だね。多田製麺所さん、もう入れるって。おお、こういう感じ。すごい、8時からやってんの。釜玉うどんにしてみたい。はい、いただきます。醤油ぶっかけてる。いただきます。ごちそうさまです。ごちそうさまです。すみません、東京行きでお間違いないですか？予約はされてますか？はい。
京に帰ってきた。帰ってきたぜ。何してるんちゃい。佐田岬産のタイ刺身。きれい。これやばい。もうバチバチに仕上がったわ。